名作、第84部、8000、ルノワールとポール・セザンヌ。色彩と構築の公共。ポール・セザンヌの作品青い花瓶の花。19世紀末から20世紀初頭にかけて、フランス絵画は、見ることの根本的な変革に直面していた。印象派の洗礼を受けた画家たちは、光と瞬間の表現を極めつつも、次なる視覚的課題形態の再構築と絵画空間の自立性へと向かおうとしていた。そうした転換期において、最も孤高かつ革新的な実践者の一人がポール・セザンヌである。セザンヌの青い花瓶の花は、その生物画制作の一連の試みにおいて、特異な位置を占める作品である。本作は、もともとは花と果実と一体の作品であり、画面左に果実、右に花瓶を配した大作であった。しかし20世紀初頭の画商アンドレ・ボラールの手によって、キャンバスが住まいに分割され、以後はそれぞれ独立した作品として流通していった。やがて、画商ポール・ギヨームの妻であるドメニカが青い花瓶の花を所有するに至るが、当初は対になる花と果実との関係に気づかず、修復の過程でようやく両者がかつて一体の構成を成していたことが明らかにされた。まず何よりも、青い花瓶の花という作品は、もともと独立した構想によって制作されたものではなく、全体の一部として構築された構図の断片であるという前提を踏まえねばならない。もとより、セザンヌは生物画において極めて綿密な空間設計と色面配置を試みており、一点一点の構成要素が全体の均衡に寄与していた。したがって、キャンバスの一部を切り取ることは、単なる構図の省略ではなく、セザンヌにとっては芸術的意図の断絶を意味する。画面から果実が消えることで、空間的対比や重心のバランスが失われたかに見える。しかしそれでもなお、青い花瓶の花という談笑は、それ自体として力強く完結した造形的言語を宿している。そこにこそ、セザンヌ芸術の特異性がある。画家が設計した空間の半分が失われながらも、なお、調和が残存するという事実。それは、セザンヌの構成の力が、局所的にも機能する内的構造に裏打ちされていたことの証左でもある。本作において、青い花瓶と花々が置かれた台の傾斜、布のたわみ、背景の壁との角度関係などは、すべて慎重な計算により配置されており、部分でありながらも全体性を体現している。青い花瓶の花において、視線はまず中央の青い陶器製の花瓶へと誘導される。深いコバルトブルーの釉薬は、強い反射を伴いながら、周囲の光を受けて複雑な階調を形成している。セザンヌはここで、物体がそこにあるという実在感と、空間の中に置かれているという奥行き感とを、色彩と陰影のみで描き分けようとしている。この花瓶を包囲するように咲き誇る花々赤、黄、白、紫などの色彩は、決して写実的な忠実再現ではない。むしろ、セザンヌは自然の形や色を視覚の記号として再構成し、画面上に色面の光境を創出している。色彩は物体の輪郭を規定するものではなく、空間のリズムを構成する構造要素として扱われているのである。セザンヌは色彩について、自然の中には線は存在しない。すべては色彩の変化によって形をなすと語ったとされる。本作ではまさにその哲学が実践されており、花びらの一つ一つが緻密な線描ではなく、色の面として重ねられていく。花瓶の青と背景のグレー、花の赤が互いに響き合い、静筆でありながらも高い緊張感をはらんだ画面を構築している。セザンヌの生物画の特徴は、静物でありながら、そこに揺らぎや不安定さ、運動の気配が漂っている点にある。青い花瓶の花においても、テーブルクロスのシワや花瓶の傾き、背景のわずかな歪みによって、空間全体が微細に動いているような感覚が喚起される。この運動感覚は、セザンヌが自然を視覚の連続として捉え、複数の視点を一画面に統合する試みによって生まれている。花瓶がわずかに右へ傾いて見えるのは、単なる写生上の誤差ではない。それは、観察者が視線を移動させながら対象を捉えるプロセスをそのまま画面に刻み込んだ結果であり、ある意味でポストキュビスムの先駆的表現とも言える。こうした動く生物は、
19世紀的な絵画の枠組みすなわち、単一の視点と一貫した遠近法に基づく空間構成を超越する視覚革命であり、ピカソやブラックといった20世紀美術の先駆者たちに多大な影響を与えた。本作にまつわるもう一つの重要な文脈は、それが一度分断され、後に再び大作品であることが明らかになったという作品自体の運命である。芸術作品はしばしば美術史上や歴史的偶然によって形を変え、語られる意味を変容させる。青い花瓶の花と花と果実は、もともと一枚の画布に描かれたにもかかわらず、長い間別々の作品として鑑賞されてきた。その分断は、単なる物理的処置ではなく、意味の分裂をもたらした。果実と花という自然物の対比はセザンヌの画面構成における古典的主題であり、画面の左と右とで量感、色調、光の処理において対をなしていた可能性が高い。しかしそれらが分かたれたことで、花瓶は花瓶として、果実は果実として独立した意味を持つようになった。分割によって失われたのは、全体としてのリズムと構造であると同時に、作品の持つ語りの可能性でもあった。一方で、そのような断片性こそが、現代の我々に新たな解釈の余地を与えてくれるとも言える。分かたれたからこそ、私たちは青い花瓶の花という一つの画面により鋭敏な視線を注ぐことになった。分断は破壊であると同時に再発見への扉でもあったのだ。2025年の三菱一号館美術館において、青い花瓶の花はルノワールとの対比の中で展示される。この対比は単なる好対象ではなく、19世紀末から20世紀初頭にかけての絵画表現の多様性とその革新性を考察する上で非常に有意義な試みである。ルノワールが感覚の喜び、人間の肌触りに宿る美を追求したのに対し、セザンヌは世界を構造として見る視覚知の探求者であった。桟敷席の花束と青い花瓶の花は、どちらも空間と物のあり方に対する鋭敏な意識から生まれたが、そのアプローチは全く異なる。セザンヌの青い花瓶は、対象の実在感よりも構築的な画面の安定とバランスに価値を置き、あらゆる感覚が理知的統制のもとに配置されている。ここに見られるのは、見ることの再定義であり、絵画が単なる模写ではなく、思考の空間へと転換される瞬間である。ポール・セザンヌの青い花瓶の花は、切り取られ、忘れられ、やがて再発見された一枚の談笑として、静かに語りかけてくる。その声は決して大きくはないが、そこには19世紀末の視覚革命の革新、すなわち、見るとは何か、存在をどう画面に定着させるか、という根源的な問いが凝縮されている。色彩、構成、空間、そして時間。セザンヌはそれらすべてを画布の上に投影しながら、生物という最も身近なモチーフを通して絵画の未来を構想した。その遺産は今日においてもなお我々の視線を鍛え、感覚を問い直させる力を持っている。柔らかな存在のひととき、ピエール・オーギュスト・ルノワール、リンゴと梨をめぐる生物画の詩学。絵画はまず目を喜ばせるものでなければならない。そう語ったピエール・オーギュスト・ルノワールは、その芸術理念の革新を、華やかな肖像画や光に満ちた風景画だけでなく、一見地味にも見える生物画においても貫いていた。1895年頃に書かれた、リンゴと梨は、その代表的な一作である。果物という伝統的主題を扱いながら、ルノワールはこの画面において、単なる写実を超え、色彩と質感の魔術によって、豊かに生きる者たちの気配を呼び覚ましている。本作は2025年、東京、丸の内の三菱一号館美術館で開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠にて紹介される。共に19世紀末のフランス絵画に革新をもたらした二人の画家は、生物というジャンルにおいても独自の道を歩んだ。本校では、その対象を意識しながら、リンゴと梨の内容に広がるルノワールならではの市場に光を当ててみたい。視覚の喜びを紡ぐ構図と色彩、まず本作の構図に注目してみよう。白地のクロスの上に、いくつかのリンゴと洋梨が無造作に置かれている。果実たちはやや左寄りに寄せ集められ、
背景の右側には深みのある褐色の器が置かれている。明確な中心を描いたこの配置は、日常の何気ない瞬間を切り取ったような即興性を帯びながら、画面全体に均衡とリズムをもたらしている。果物のフォルムは柔らかく、輪郭はあえて曖昧にされ、色彩の揺らぎの中に自然に溶け込んでいる。リンゴの赤、黄、橙が梨の弾力や金色と溶け合い、まるで呼吸するような温度を帯びて画面上に広がっていく。果実は物として描かれているのではなく、光と空気の中に置かれた存在として捉えられているのだ。白いクロスは冷たく無機的な背景ではない。そこにもルノワール特有の筆致短く、柔らかく、回転するようなストロークが息づいており、シワや起伏によって柔らかな地形が描かれている。それは布であると同時に、果物を包み込む空間の肌とも言えるだろう。手触りの絵画、あるいは触覚の光。ルノワールの生物画が多くの画家たちと一線を画すのは、その圧倒的な触覚性にある。目で見るだけでなく、触れて感じる絵画。これは、彼が絵の中に肌のようなものを求めていたからに他ならない。この、リンゴと梨、でも、果物は光を反射して輝くのではなく、あたかも光そのものが果実の中から発されているように描かれている。色彩は単なる表層ではなく、果物の内部からにじみ出ているようだ。ルノワールにとって色とは、対象の外側をなぞるものではなく、内側から現れる生命の現れであった。このような描写の背景には、彼のリウマチとの闘病がある。すでに本作の頃には指に痛みを抱えており、晩年には筆を手に縛り付けて描くほどだった。彼の筆致が一層丸みを帯び、柔らかさを深めていったのは、そうした身体的制限を逆に絵画の表現へと昇華させた結果だったのだろう。果実の丸み、布のうねり、空間のぬくもり、そのすべてが触れること、絵の想像をかきたて、見る者の身体的な感覚を呼び覚ます。視覚と触覚が交差する場所、そこにルノワールの生物画が持つ本質的な魅力がある。セザンヌとの違い構築と感覚の分水嶺。本展覧会では、セザンヌの生物画とルノワールの生物画とが意図的に併置される。両者は同時代を生き、交流もあったが、絵画に対する態度は全く異なっていた。セザンヌは生物画において、幾何学的構造と空間の厳密な把握を追求した。果物の配置、台の傾き、陰影、遠近法。彼にとって果物は、見え方の問題を考察するための実験装置であり、現実世界の不安定さを理性的に捉え直すための対象であった。それに対しルノワールは、果物をめでる対象として、目と心を楽しませる存在として描いた、リンゴと梨において、リンゴや梨はそこにあるものとして存在しており、構図の力学よりも、色彩と光の戯れの中に置かれている。この違いは、芸術の本質に対する二人の異なる問いを明確に映し出している。セザンヌがどう見えるかを問い続けたのに対し、ルノワールはどう感じるかを問い続けた。両者の生物画の併置は、まさに近代絵画の分水嶺を体感できる貴重な機会となるだろう。豊穣の象徴から視覚の牧歌へ、生物画における果物の描写は、17世紀オランダ絵画以来、豊穣、享楽、儚さといった象徴的意味を担ってきた。だがルノワールは、それらの象徴性を意図的に解体し、見えること自体の喜びを最前形に据える。本作の果物たちは、食欲や偶意を超えて、美しさそのものとして画面に存在している。彼らは喋らないが、色と形と筆色の中で呼吸しており、見る者の感覚を優しく満たす。これは、装飾的でありながら内面性に富む、19世紀末の絵画における、視覚の牧歌的表現の典型である。ルノワールの果物は、単にそこに置かれているだけで、見る者の心を鎮め、豊かにする。感情や理屈を超えて、絵画がそこにあることの強さを感じさせてくれる。そこに、彼の芸術の最も深い美学が宿っている。絵画は幸福の容器である。リンゴと梨は絵画が幸福の容器たりうることを静かに証明している。そこに書かれた果物は
人々の口に入ることはない。だが、それらは見る者に静かな慰めと安らぎを与える。ルノワールにとって、それこそが芸術の役割であった。この作品を前にしたとき、私たちは日常の些細な瞬間に宿る美の存在を改めて思い出すことになる。果物の丸み、色のにじみ、布のしわ、それらすべてが、誰もが見過ごしがちな現実の中の歌である。リンゴと梨は、美術館という静かな場所で、目と心の耳を澄ませる者にだけ聞こえる、豊かな視覚の歌である。色彩は声を持たないが、そこには確かに、ルノワールの見ることの愛が語られているのだ。ルノワールの筆が語る甘美なる果実。いちご、1905年頃制作をめぐって、オランジュリー美術館に所蔵されているピエール・オーギュスト・ルノワールのいちごは、彼の晩年に描かれた生物画の一つであり、果物を主題とした一連の作品の中でも、ひときわ穏やかで親密な空気を漂わせている。本作は、2025年三菱一号館美術館で開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠においても、その対照的な美学の焦点として展示される重要作の一つである。印象派として出発したルノワールは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、人物画や風景画に加え、数多くの生物画を手掛けている。特に晩年には、リウマチによる身体的制約を抱えながらも、絵筆への情熱を失うことなく、身近な対象果物、花、陶器、布を描き続けた。いちごもその流れの中に位置づけられる作品であり、限られたモチーフに全ての視線と思いを注ぎ込むような凝縮感が画面に漂っている。構図はごく簡素である。陶器の皿に山盛りにされた赤い果実。背景は柔らかな布地とテーブル。画面右端には器の円がちらりと見切れている。だがその限られた視覚情報の中に、驚くほどの豊かさと多様性が込められている。いちご一粒一粒の描写には、見る者の視線を誘うような鮮烈な赤と艶やかさが宿っている。ルノワール特有の輪郭線を溶かすような筆使いと、微細な赤の階調によって、果実は単なる食物ではなく、生命そのもののように感じられる。背景とのコントラストも見事で、果実の濃密な赤が、生成の布地や陶器の柔らかな白とぶつかり合うことなく調和している。その調和の中に、静けさと色彩の喜びが共存する。本作は視覚的快楽と官能性、そして対象への慈しみを同時に備えており、まさにルノワールの美的世界を凝縮した小宇宙である。ルノワールは生涯にわたって絵は楽しいものでなければならないと語っている。その言葉通り、いちごには見る者を幸福へと導く穏やかな力が満ちている。果物というモチーフは美術史上、享楽、官能、儚さ、自然の豊かさなど多くの意味を担ってきた。中でもイチゴは、その色と形ゆえに、少女の唇や頬、あるいは恋の予兆といった象徴的な読み取りも可能な果実である。だがルノワールはそうした偶意性を誇張せず、むしろ無意識に、あるいは意識的に排除するかのように、純粋な、見ることの喜びだけに集中している。これは、ルーベンスやブーシェといった18世紀のフランス絵画の系譜を組みつつ、近代の新たな感覚主義を切り開こうとする姿勢とも見て取れる。とりわけ晩年の彼にとって、絵を描く行為そのものが制限された体の中で自由を得る唯一の手段だった。リウマチの進行によって種子の自由が失われ、筆を包帯で手にくくりつけて描いていたことは有名である。だが、イチゴからは、そのような困難の影すら感じさせない、むしろ生の喜びそのものが伝わってくる。色彩はまるで絵筆からではなく、彼の手のひらや心臓から直接キャンバスに染み出してきたかのようである。ルノワールにとって色彩は単なる視覚要素ではない。それは触覚的な体験であり、感情のひだであり、愛撫の手つきであった。イチゴにおける赤の多様な層は、いわば絵画における皮膚のようなものであり、見る者は視線を通じてそれを撫で、味わうことができる。画面には、冷たさや硬さは一切存在せず、すべてが柔らかく、親密で、温かい。このような色彩の感覚的アプローチは、フォービスムの先駆ともなったマティスや、
親密な室内空間を描いたボナールといった広大の画形にも影響を与えている。だが、ルノワールの色彩は彼らと比べてより感情に即しており、知的構築よりも直感的な感性の中で熟成されている点で得意である。赤は赤として、白は白として、彼の手の中で有機的に呼吸し始めるのだ。2025年の展覧会では、本作がポール・セザンヌの生物画と並べて展示されるという点にも注目したい。セザンヌにとって果物は、視覚の構造を解明するための道具であり、画面を支配する構築的な重量の単位であった。彼の果物は冷たく、動かず、厳格である。それに対し、ルノワールのイチゴは温かく、柔らかく、触れたくなるような感覚の泉である。両者の生物画を併置することは、印象主義からモダニズムへの移行における感覚と構築の分岐点を明らかにする上で極めて有効である。美術史において、果物は単なる対象物ではなく、芸術家の思考と感情を託す鏡であり続けてきた。セザンヌは構造を描き、ルノワールは愛を描いた。果実一つにも、それぞれの人生観、芸術観、そして世界との向き合い方が表出している。果実という祝祭、ルノワールのイチゴは、小さな画面の中に、絵画という行為の根源的な喜びを宿している。それは色彩への目であり、触覚的な視覚体験への信頼であり、何よりも日常の中の美への確信に満ちている。見る者はこの作品の前で、時間を忘れ、視線を委ね、果実の香りすら感じ取るような錯覚を覚えるだろう。静かに湧き出す赤の波紋に触れながら、ルノワールが晩年なおも手放さなかった、見ることの喜びに、私たちは共に包まれるのだ。彼が果実に託したのは、絵画が人間に与えうる最も純粋な幸福。それは技巧でも思想でもなく、ただ一瞬の美そのものである。そしてそれこそが、現代においてなおルノワールをモダンの先駆として再評価すべき理由なのである。ルノワールの芸術は、近代化の荒波の中で失われがちな感覚の快楽を取り戻す場でもあった。彼の作品を前にすると、私たちは芸術がいかにして日常の中に静かな奇跡をもたらしうるかを知る。それは決して大行なドラマではなく、むしろ誰の目の前にも等しく開かれた、柔らかく差し出された世界である。また、日本におけるルノワール需要は、戦後の美術教育や印刷文化を通じて広く浸透し、とりわけその優美で親しみやすい作風は、時代を問わず高い人気を持ってきた。今回の展覧会における、イチゴの公開も、多くの鑑賞者にとって、ルノワールの本質と改めて向き合う契機となるだろう。最後に、この作品の絵肌に宿る幸福の質について改めて述べておきたい。ルノワールにとって幸福とは、苦しみの不在ではなく、むしろ痛みや限界の中でなお幸を見出す力であった。イチゴの赤は、単なる果物の色ではなく、生命を肯定する芸術家の熱そのものなのだ。絵画が人間の尊厳を育む手段であることを、ルノワールは語ることなく、ただ描くことで示してくれる。構成の原点、生物の帯同。青リンゴと洋梨のある生物、ニミル・セザンヌ初期のモダニズム的兆候。ポール・セザンヌといえば、もはや19世紀から20世紀にかけての美術史において、不可避の存在である。彼の手による生物画は、単なる果物や器物の再現ではなく、画面空間の秩序の再構築であり、見ることの本質に対する探求に他ならなかった。だが、そうした後年の構成主義的、あるいは分析的な様式の邦画を、私たちはどの地点に見出すことができるのだろうか。1873年から1875年にかけて制作されたとされる本作青リンゴと洋梨のある生物は、その問いに対してある種の原点を提示してくれる。現在ではセザンヌ、貴族の作とされており、厳密な真贋の確証は未決定であるものの、筆致、モチーフの扱い、空間構成の試みなどから、セザンヌ本人による初期作としての可能性は極めて高いとされる。この作品は2025年に開催される三菱一号館美術館展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠において展示される予定である。
その展示コンセプトの文脈の中で、本作が占める意義を理解することは、セザンヌという画家の軌跡と、美術史上における生物画の再定義の過程を紐解く鍵となる。本作は、比較的小さなカンバスに、青リンゴと洋梨という日常的な果物が並ぶ、ごくシンプルな構成である。果実はテーブルクロスの上に無造作に置かれ、背景はぼんやりとした茶褐色から灰青色へのグラデーションを成している。視点は正面やや上型からであり、伝統的な遠近法のルールにのっとった安定した構図に見える。だが、この一見素朴な画面の中には、すでに後年のセザンヌを予感させる重要な要素がいくつも潜んでいる。まず注目すべきは、果実一つ一つに与えられた重さである。光と影の処理によって、リンゴや洋梨の表面にはしっかりとした物質感が与えられ、それらは単なる色彩の塊ではなく、重力によってテーブルに接している物体として書かれている。この重さの表現は、印象派的な空気感よりもむしろ、バロック期の生物画のような存在感に近い。言い換えれば、この時点でセザンヌはすでに、見るという行為を感覚の快楽ではなく、物体の実在に向けていた。この点において、青リンゴと洋梨のある生物は、ルノワールとの対比において興味深い立ち位置を占める。同時期のルノワールが、柔らかい光と溢れる色彩によって、果物を官能的に描き出していたのに対し、本作は、対象に向ける眼差しの質素のものが異なる。セザンヌは、果物がそこにあるという事実を観察と構築によって再提示しようとしているのである。生物画はしばしば最も地味なジャンルとして位置づけられてきた。宗教画や歴史画のような物語性を持たず、人物画のような心理描写もない。だが、セザンヌにとっては、この地味さこそが最大の利点であった。なぜなら、生物画こそが、絵画の純粋な構成力を試すための理想的なフィールドだったからである。青リンゴと洋梨のある生物においても、画面内には余計な物語性が排除され、果物とテーブルクロス、背景だけで構成されている。この単純化された舞台装置の中で、セザンヌは色と形、位置関係によって空間を構築しようとしている。その手法はまだ未成熟ではあるが、物体同士の配置のバランス、光の当たり方、陰影の濃淡などから明確な構成意識が感じられる。特に、青リンゴと洋梨の対比は、色彩と形態の変装として扱われており、青みがかったリンゴの冷たさと、黄色みのある洋梨の温かさが、微妙な緊張感を画面にもたらしている。この果物の組み合わせは、セザンヌが好んで繰り返したモチーフであり、後の数々の名作、例えば果物かごのある生物。1890から94年頃などにも通じる基本構造が、すでにこの時点で確立されつつあることがわかる。本作における筆色は、印象派的な点描や揺らぐタッチとは一線を画している。輪郭は比較的明確に引かれており、物体と背景との間にある線の存在が意識されている点が非常にセザンヌ的である。これは、彼がピサロの影響を受ける以前、あるいは影響を受けながらもそこから逸脱しようとした段階の実験的な絵画感の表れとも言える。彼の言葉にある自然を円筒、球、円錐で処理するという理念は、後のキュビスムやモダニズム美術に決定的な影響を与えることになるが、その方がはこの作品にもすでに宿っている。リンゴや洋梨の形態は有機的でありながらもどこか幾何学的であり、球体や楕円体としての構造を強調するように書かれている。セザンヌにとって果物とは、単に甘くて美味しそうな対象ではなく、形ある存在であり、絵画空間における構成要素なのである。生物画において見逃せないのが背景の扱いである。青リンゴと洋梨のある生物においても、背景は単なる無地の壁ではなく、色彩と質感の変化によって、空間の奥行きが巧みに操作されている。青と褐色が滲むように混ざり合う背景は、果物の明度や色彩との対比によって、視線を前景へと導くように設計されている。これは、後年の作品における遠近のねじれや構図の不安定さにつながる初期的な思考とも読み取れる。つまり、セザンヌはこの段階ですでに、
目に見える世界をただ映すことに満足していなかった。彼は視覚的事実と画面構成との間に生じるズレ、すなわち見ることと書くことの非一致性をあえて絵画内に取り込もうとしていたのである。青リンゴと洋梨のある生物はセザンヌの代表作群と比べれば明らかに未熟であり、構成も筆致も粗さが残る。だが、それこそがこの作品の本質であり、価値でもある。なぜなら、そこには明らかに、後年のセザンヌを内包する趣旨が宿っており、その種がいかにして大樹となったのか、という視点で眺めることで、美術史の連続性と革新性を同時に見渡すことができるからだ。この作品が、ルノワール×セザンヌという対照的な二人の巨匠を併致する展覧会に出品されることには、特別な意味がある。ルノワールが色彩の祝祭を描いた画家であるとすれば、セザンヌは色と形の関係性を問うた思索者である。本作は、そうしたセザンヌ的思考の方画を可視化する貴重な資料であり、鑑賞者に対して、見るとは何か、書くとは何か、という根源的な問いを静かに投げかけてくる。小さな果物と簡素な構図の中に、近代絵画の革命が帯同している。その響きに耳を澄ませるとき、セザンヌの眼差しは、130年以上の時を経て、今を生きる我々の視線に接続されるのである。揺らぐ輪郭、交差する視線。セザンヌスープ鉢のある生物に見る印象派からモダニズムへの越境。ポール・セザンヌのスープ鉢のある生物。1877年頃は彼の画業におけるある種の移行期を体現する作品である。それは単なる生物画ではない。この作品は印象派の技法を一時的に受容しながらも、すでに後年の構成的な画面構築へとつながる独自のビジョンを内包しており、まさに近代絵画の形成史を一枚の画面に封じ込めたような意欲作である。2025年、三菱一号館美術館において開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠にて本作が展示されることは、その文脈的意義においても深い意味を持つ。ルノワールが柔らかな輪郭と芳醇な色彩で感覚の喜びを追求したのに対し、セザンヌは自然を円筒、球、円錐で処理するという言葉通り、理知と構築によって自然を再現しようとした。だが、スープ鉢のある生物においては、まさにその両者が交差する地点、すなわち印象派の色彩とセザンヌ的構造の間に横たわる境界領域が静かな緊張感とともに立ち上がっている。1870年代半ばのセザンヌはカミーユ・ピサロとの親密な交流の中で印象派の色彩技法を積極的に取り入れていた。ピサロはこの時期、セザンヌにとって実質的な師とも言える存在であり、パリから距離を置いたポントワーズでの共同制作はセザンヌにとって決定的な転機となった。本作、スープ鉢のある生物にもピサロからの技術的な影響が随所に認められる。とりわけ、光の反射や物質の表面における色彩の移ろいを捉えるための細やかで点描に近い筆使いは注目に値する。それはまさに印象派的な技法であり、画面全体に明度の高いトーンを与えるとともに、光の広がりを感じさせる空気感を生んでいる。この印象派的アプローチは、色彩を主軸とするルノワールとも一部通じ合うものだが、決定的に異なるのは、その絵画的目的である。ルノワールが光と色の感覚的な歌を書こうとしたのに対し、セザンヌはこの筆色をもって、物体の継承性と構造の実在性を表現しようとしたのである。つまり、セザンヌは印象派の技術を借りつつ、それを感覚の描写ではなく、知覚の構築へと昇華させようと試みていたのだ。画面左側、壁にかけられた一枚の風景画が、見る者に印象深い感覚を与える。この書き込まれた絵画は、ピサロの地蔵通りガリアン神父の家。1873年、個人蔵と同一であることが研究によって判明しており、それはまた、ピサロが描いたポール・セザンヌの肖像を。1874年、ナショナルギャラリー、ロンドンの背景にも現れている。この事実は、単なる装飾的引用以上の意味を持っている。それは、セザンヌとピサロとの密接な芸術的対話の痕跡であり、
また、絵の中に絵があるという構造が絵画空間にメタ視点を導入する試みとして機能している。この風景画の存在は、生物というジャンルに時間性と記憶の層を加える役割を果たしている。つまり、スープ鉢のある生物は、視覚的対象の単なる配列ではなく、セザンヌとピサロ、さらには自画像的要素までも含んだ、詩的な美術史の地層を含む多層的画面なのである。画面の主題は、テーブルの上に配置されたスープ鉢と果物、ガラス瓶といった典型的な生物のモチーフである。しかし、これらは決して無造作に置かれているわけではない。各オブジェクトは、重心、量感、色彩、形態の相互作用のうちに、繊細なバランスで組み合わされており、画面には明確な構成意識が通底している。セザンヌの視線は、あくまで冷静で、物体同士の間に生じる空間的関係を見つめている。スープ鉢の白い陶器、果物の有機的な丸み、瓶の透明感、それらは質感を超えて、数学的とも言える視覚的均衡の中に位置づけられている。ここでは、印象派的な光の観察よりも構成主義的な形の構築への意志が強く現れている。このように見ると、スープ鉢のある生物は、一見すると穏やかな家庭的な光景を描いているように見えながら、その身、極めて知的な空間設計が施されたセザンヌ流の幾何学的演習なのである。本作には、セザンヌの絵画に共通する視覚的特性、すなわち空間の歪みや複数視点の混在がすでに邦画的に現れている。テーブルの傾き、瓶や果物のわずかな歪み、壁と床の境界の曖昧さ、こうした要素は古典的な遠近法に従えば破綻とみなされるだろうが、セザンヌにとってそれは絵画空間を刷新するための必然的手段であった。物体の全体像を一視点で把握するのではなく、視覚が動くことによって得られる複数の角度を統合する。この視覚のパッチワーク的処理は、まさに後のキュビスムへの道筋を切り開く契機となるものである。ここにおいて重要なのは、セザンヌが見るとは何かを根本的に問い直しているという点だ。彼にとって目は単なるカメラではなく、時間と記憶、空間と重力を伴って対象と関わる存在である。こうしてスープ鉢のある生物はセザンヌ的見ることの哲学の実験場となる。本展におけるルノワールとの対比もまた、スープ鉢のある生物を読み解く上で重要な視点を提供する。ルノワールは色彩を通して官能と生命の喜びを画面に満たす画家であり、その生物画はまるで花や果物たちが画面を踊るかのように生き生きとしたリズムを帯びている。それに対しセザンヌは同じモチーフを取りながらも感情を抑えた知性的な距離を保ち、形と色、構造の関係性を冷静に探求する。だが、それは決して無機的であることを意味しない。むしろ、スープ鉢のある生物には画家の内なる感動が静かに沈潜しており、それが構築的な画面の仮想でかすかに震えている。スープ鉢のある生物は絵画史の中に一つの通過点として位置づけられるべき作品である。そこには印象派の手法を借りながらも、それを超えようとする強い構築的意志が宿っている。セザンヌはこの作品を通じて、見ることと書くことの間に生まれる齟齬を意識的に引き受け、それを画面上で処理しようとする新たな知覚の試みを提示した。本作における柔らかな色彩と細やかな筆色は、決して単なる技法ではない。それは、絵画における真実とは何かを問う画家自身の切実な問いの表れなのである。セザンヌが目指したのは、外面的な華やかさや感覚の満足ではなく、存在の真理を画面に封じ込めることだった。生物という限られたジャンルの中で、彼は世界の秩序と視覚の革新を追い求めた。その真摯な鋭意の一端が、スープ鉢のある生物という小さな画面に、静かにしかし確実に刻まれている。形式と構築の静寂。セザンヌの作品花と果物におけるモダニズムの帯同。1880年頃に制作されたポール・セザンヌの花と果物は、
彼の生物画の中でも、構成性と色彩感覚がせめぎ合いながら融合する、極めて重要な作品である。この作品は2025年、三菱1号館美術館にて開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠において、ルノワールの感覚主義的な生物画と対をなす形で展示される。そこでは、両者の絵画理念の根本的な差異、すなわち、感覚の連続体としてのルノワールに対して、構造と知覚の相互作用としてのセザンヌが鮮明に浮かび上がることになるだろう。この花と果物は、セザンヌが模索したモダニズム絵画の黎明を告げる重要な生物画であり、その画面においては、自然の再現ではなく、対象を絵画として組み立てることへの画家の意志が緊張感を持って現れている。本校では、この作品に内在する造形の論理、色彩と構成の関係、視覚と描写の間に生じる揺らぎ、さらにはルノワールとの比較を通じて見えてくるセザンヌ独自の芸術的姿勢について検討する。絵画の主体としての構築。セザンヌの芸術において、自然は模倣されるべき対象ではなく、円筒、球円錐を通して再構成されるべき形式的対象であるとされる。彼が晩年に残したとされるこの言葉は、まさに花と果物における造形的実験の革新を表している。本作では、花瓶に生けられた花々とテーブル上に配された果物たちが一つの場面として共存している。これらのモチーフは自然な配置というよりも画家の内的構成原理によって注意深く置かれている印象を受ける。花はその輪郭を持ちつつも色彩のリズムとして画面上部を飾り、果物は質量感を持って画面下部に沈み込み、双方が画面全体に安定した構図をもたらしている。画面の各要素は空間内にただあるのではなく、互いに力学的な関係を持ちながら画面上に配されている。セザンヌは絵画とは見ることではなく組み立てることであると認識していた。そしてこの花と果物はその思想を明確に体現している。絵筆による構成のリズム、色面の工作、対象の固有性の尊重と絵画的平面性との緊張関係。それらはすべて近代絵画における絵画の自立性の起源を示している。色彩と質量、セザンヌ的マチエールの内在力。本作の最大の魅力は、色彩とマチエールによって対象が描写されるだけでなく構築されることにある。果物や花の描写は写真のような明確さを持たず、輪郭は所々曖昧でありながら、そこに揺るぎない存在感を与えている。これはセザンヌ特有の筆色と色彩の組織化によるものである。果物の赤、橙、黄、そして花の白やピンク、さらには背景にわずかに差し込まれる青や緑の冷たい色調。それらの色彩は対象の表面をなぞるのではなく、その奥にある量感や構造をあぶり出すように画面上に置かれている。つまり、セザンヌは色を通じて形を作るのである。これは、印象派的な光の観察とは本質的に異なる態度であり、色そのものが空間を形成し、継承の骨格をなす。セザンヌの筆致は、分厚く、時に乾いた絵の具の層を重ねることで対象の存在感を際立たせる。それは即興的でも感覚的でもなく、むしろ建築家のように慎重に構築されたものである。果物の重さ、花の軽さ、陶器の冷たさ、これらの質感はすべて色と筆致のみによって表現されており、その統一されたマチエールの世界は見る者に触覚的な実在性を喚起する。空間の揺らぎと知覚の革新。花と果物においてとりわけ注目されるのは空間の再構成である。セザンヌは伝統的な遠近法を部分的に拒絶し、複数の視点を画面に取り込むことで新たな空間のあり方を提示している。テーブルの角度はやや不自然であり、果物の配置にはどこか重力を超えた浮遊感がある。花瓶もまた完全には中央に据えられておらず、その底面と背景の関係には微妙なズレがある。こうした空間のズレや歪みは見る者の知覚を揺さぶり、絵画における空間の概念そのものを更新する。このような視覚の再構成は、後のキュビスムへの橋渡しとしても極めて重要である。
ピカソやブラックがセザンヌに深く傾倒したのは、まさにこの空間の揺らぎ、すなわち、見えるものをそのまま再現するのではなく、見るという行為を画面に定着させるという試みが、20世紀の絵画における知覚の革命を予兆していたからである。ルノワールとの対比、美的感覚と構造的感性。本展覧会、ルノワール×セザンヌにおいて、花と果物が果たす役割は極めて大きい。ルノワールの花やチューリップが色彩の連なりによる官能的感覚の充溢を表現するものであるのに対し、セザンヌの花と果物は視覚の秩序化と造形的思考の結晶である。両者ともに自然を愛し、生物というジャンルに取り組みながら到達した表現は対照的である。ルノワールは色と光によって感じられるものを紡ぎ出したが、セザンヌは形と構成によって考えられるものを描いた。前者が感覚の詩人であるなら、後者は理性の建築家である。この違いは決して優劣を意味しない。むしろ近代絵画の多様な可能性がこの対比の中に凝縮されている。花と果物はそうした絵画史的意義を担う作品として静かにしかし強くその存在を主張している。自然の中にある永遠を求めて、セザンヌは自らの絵画を通じて自然の中にある永遠を探し続けた画家であった。写実でも印象でもなく対象を見つめ、そこから普遍的な秩序を抽出しようとする彼の姿勢はまさに画家というよりは哲学者に近い。花と果物はその探求の過程において描かれた一枚であり、そこには彼の迷いと確信、実験と熟考、そして静かなる情熱が内在している。画面から放たれる色彩と構成の緊張は、見る者に絵画とは何かという根源的な問いを投げかける。これは単なる生物画ではない。近代の精神が封じ込められた一つの知的かつ詩的な空間である。1880年という時代にあって、セザンヌはすでに20世紀絵画の道筋を予感していた。花と果物は、その静かながらも深遠な宣言である。ルノワールとセザンヌという異なる眼差しの共演によって、この作品が改めて光を浴びる根底は、絵画史における転換点を再認識する機会として、極めて意義深いものとなるだろう。色彩の祝祭としての花、ピエール・オーギュスト・ルノワール晩年の生物画における史上と形式。ピエール・オーギュスト・ルノワールピエール・オーギュスト・ルノワール、1841から1919は、印象派の巨匠として広く知られ、19世紀後半のフランス絵画において極めて重要な位置を占める画家である。彼の描く世界は、光と色彩にあふれ、柔らかく官能的な筆致を通じて、見る者に視覚的快楽と温かみのある人間的情感を伝えてやまない。人物画における女性像や子供の姿、また風景画における柔らかな自然描写に定評のあるルノワールだが、その晩年には生物画というジャンルにおいても独自の表現を確立している。ルノワールにとって花を描くという行為は単なる生物の再現ではなく、色彩によって生命の根源に触れるための芸術的行為であった。花というモチーフは彼にとって極めて自然で親密な対象であり、その美しさと繊細さを通じて光と色の変幻、形態の儚さ、そして感覚の流動性を探ることができた。花において描かれているのは赤、ピンク、黄、紫など多彩な花々が釉薬をかけた中型の陶器の花瓶にぎっしりと生けられた構図である。そこには特定の品種名を判別する写実性は希薄であり、むしろ全体として花という集合的な実の現象が画面に顕現している。ルノワールは対象の正確な描写よりも、その佇まいから立ち上がる視覚的、触覚的印象を捉えようとしているのだ。この花は視覚だけでなく、嗅覚や触覚すらも喚起するような質感とぬくもりをたたえている。それはまさにルノワールが生涯をかけて追い求めた感覚の絵画の革新であり、見る者をその色彩のリズムと柔らかな良感の中へと誘う。陶器と絵の具、職人の記憶と画家の手技。ルノワールが若き日に陶磁器の絵付け職人見習いとして働いていた経験は、晩年の生物画に明確に反映されている。花において花々を支える花瓶の描写は、
単なる容器ではなく、画面の安定感と造形的な重心を担う存在として構成されている。この花瓶には釉薬の光沢が柔らかく反映されており、その表面にうっすらと浮かぶ色の揺らぎは、絵の具の混色と重なりによって丁寧に再現されている。陶器の丸みや重量感が穏やかに描かれ、それによって花々の軽やかさが一層際立つのである。花瓶と花の対比、つまり器と生命の対峙は生物画の伝統的構造の一つであるが、ルノワールはその図式を感覚的な共鳴へと昇華させている。陶器の冷たさや硬さが花の柔らかさや温かみと響き合い、画面に視覚的なハーモニーをもたらしているのだ。花の最大の魅力は何よりもその色彩の扱いと筆致にある。ルノワールは絵の具を塗るというより、置く、撫でる、重ねるといった柔らかなタッチによって対象を構築している。色彩はお互いに滲み合い、明確な輪郭線はほとんど見られない。こうした筆法は印象派の技術の延長でありながら、晩年のルノワール独自の様式へと進化している。とりわけ花びらの描写においては、赤からオレンジ、ピンク、白、さらには花の中心にあるわずかな青紫に至るまで、複数の色相が巧みに絡み合い、見る者の目に豊かな感覚的体験をもたらす。絵の具の層は薄く、時に厚く盛られ、その凹凸のある表面が実際の光を受けて微細に反射することで、静止した絵画があたかも時間をはらんだ生きた場として機能する。このような色彩と筆致の表現は、ルノワールにとって光の変容を捉える手段であると同時に、対象の内在的なリズムを呼び起こす詩的な手法でもある。花の中で咲き誇る花々は、個別の存在というよりも、全体としての色彩の旋律を奏でるかのように画面を占めている。ルノワールの生物画には、特定の厳密な構成というより、視覚の自然な流れに即した配置が特徴である。花においても、画面全体に対する明確な中心線や対称性は存在しない。しかしそこには、視線を導くための微細な工夫が至るところに施されている。例えば、最も鮮やかな赤い花がわずかに画面の左上に配置され、そのサイドが周囲の淡いピンクや白によって引き立てられている。また、花瓶の底部には濃い影がわずかに描かれ、その影が画面下部の余白を支配することで、全体の視覚的安定を持っている。このようにして、ルノワールは混沌とした色彩の集積を、繊細な色彩のバランスと筆色のリズムによって、見るに心地よい秩序へと再構成しているのである。それは、感覚に根ざした構成の美学であり、幾何学的な秩序を追求したセザンヌの構築性とは全く異なる方向性にある。ルノワールの生物画は、しばしば人物画に比して軽んじられてきた節があるが、それはルノワールの装飾的な側面を過小評価した偏見に過ぎない。実際、彼の生物は、マティスをはじめとするフォービスムの画家たちや、ボナールやビュイヤールといったナビ派にも大きな影響を与えている。彼らに共通して見られる色彩を主体とした画面の構成、柔らかな形態の連続性、そして感覚に根ざした構図の揺らぎは、ルノワールの晩年の生物に端を発していると言える。花のような作品に見られる色彩の豊穣さは、もはや写実を超え、抽象的な色彩のリズムとして、20世紀の絵画に新たな可能性を示唆していた。ルノワールは生涯にわたって、美と感覚の喜びを信じ、追い求めた芸術家であった。花の書かれた1901年頃、彼はすでにリウマチ性疾患に苦しんでいたが、筆を握る手に包帯を巻き、あるいは絵筆を指にくくりつけながら制作を続けたという逸話はよく知られている。そのような困難な身体状況の中で描かれた作品に、これほどまでに明るく、柔らかく、生命に満ちた色彩が宿っているという事実は、まさにルノワール芸術の本質を象徴している。花は、彼にとっての視覚的な意味であり、色彩による快楽の構築であると同時に、見る者に対する静かな祝福のようでもある。花は枯れ、画家は病み、時間は過ぎ去る。しかし、画面の中で咲き誇る色彩は、見る者の記憶に温かく刻まれ続ける。ルノワールはその筆で、儚い美を永遠のものへと昇華させたのだ。そしてこの花は、2025年の展覧会において、
セザンヌの理知的で緊張感のある生物画と向かい合うことで、改めて感覚に基づいたモダニティというルノワールの芸術的意義を強く印象づけるに違いない。生物画の中で咲くこの花は、色彩と形態によって私たちに語りかける生きることの喜びと美に触れることの幸福を。作品、チューリップ、ルノワール晩年の生物に宿る絢爛なる生命。ピエール・オーギュスト・ルノワールは、印象派の創始者の一人として知られ、人物画や風景画において、光と色彩の効果を探求し続けた画家である。彼の名はしばしば、陽光を浴びる肌、優雅な女性たちの佇まい、祝祭的な空気に満ちた屋外の情景などと結びつけられるが、彼の晩年の制作において、生物画、特に花は極めて重要な位置を占めている。本校では、その中でも1905年頃に制作された、チューリップに焦点を当て、画面に息づく形態と色彩の詩学、そしてその背景にある芸術的施策について、詳細に読み解いてみたい。花は、戦闘場面である、生命力と情熱の工作。チューリップにおいて、まず目を引くのは、画面を埋め尽くすように密に描かれた赤、黄、ピンクといった鮮やかな色彩を持つチューリップたちの存在感である。これらの花々は、単なる装飾的なモチーフとしてではなく、ルノワールの絵筆によって一つ一つがまるで鼓動するかのような強烈な生命感をたたえている。彼は晩年、自身の花の絵について、親交のあった画商ボラールに対して、花を描くことはドラクロワの戦闘場面のようなものだと語ったと伝えられている。その言葉は一見奇異にも映るが、チューリップの前に立つと、それが単なる比喩ではなく、彼の筆致に込められた実感そのものであることが理解される。画面の中で花々は互いにぶつかり合い、前景から奥へと広がる流動的な構成の中で、一瞬たりとも静止することなく、咲き誇ることの激しさを演じている。花は、生命の儚さや美の象徴として西洋美術において長く扱われてきたが、ルノワールのチューリップは決して物静かな、装飾的な詩ではない。それはむしろ、生の絶頂、咲き乱れる歓喜の瞬間を、絵の具の物質性によってあらわにした祝祭的な存在として立ち上がる。生物におけるルノワールの革新性。ルノワールが生物画に本格的に取り組むようになったのは、1900年前後、彼がリウマチの進行によって自由な外出や人物のスケッチが困難になり、アトリエの中での制作に重きを置くようになった頃である。したがって、晩年の生物画には、彼の絵画人生の総決算ともいえる諸要素、色彩、構図、筆色、量感への意識などが凝縮されている。チューリップでは、花々が生けられた統制の花亀も注目に値する。画面の中央にどっしりと据えられたこの花瓶は、あたかも咲き乱れる色彩の基礎をなすように、落ち着いた釉薬の照りと滑らかな形態をもって画面を支えている。この陶器の質感表現において、ルノワールがかつて陶磁器の絵付け職人として働いていた経験が生かされているのは明白である。花亀の陰影には、微妙な色の重なりと柔らかな光の反射が書き込まれ、それによって画面全体の調和が保たれている。このようにしてルノワールは、花の持つ色彩の本流を物質的な支柱によって画面内に定着させることに成功している。彼の生物は、伝統的なモチーフの陳列としての生物とは異なり、色彩の運動と量感のバランスを綿密に計算した上で成立しているのだ。色彩の音楽、セザンヌとの対比において、本作、チューリップは、2025年に三菱一号館美術館で開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠において、セザンヌの青い花亀の花などと並んで紹介される。本展の試みは、異なる芸術理念を持った両者の生物画を対照的に並べることで、それぞれの絵画世界の特質を浮かび上がらせることにある。セザンヌが形の厳密な構成と画面の幾何学的構造を重視したのに対し、ルノワールはあくまで視覚の快楽、触覚的な感覚、そして光によって包まれるような色彩の公共を追い求めた。チューリップの色彩は、もはや自然の再現ではなく、感覚と感情による再構成としての視覚的音楽とでも言うべきものである。明確な輪郭線が配され、
あらゆる形が柔らかな筆致によってにじみ合うことで、画面全体に芳醇なリズムが生まれている。このようなルノワールの色彩操作は、決して偶発的なものではない。彼の晩年の手紙や会話には、光と色を音楽のように組み合わせてゆく意図が幾度も語られている。チューリップの画面から響いてくる色彩のハーモニーは、まさにその思想の結実であり、見る者の感覚を陶酔させる魅力を備えている。肉体性と視覚の快楽、ルノワール芸術の最終章。生物画におけるルノワールの表現は、人物画における肉体の官能と同質の感覚を伝えている。彼の筆は、花びらの一枚一枚をあたかも肌のように描く。厚塗りの絵の具が布ではなく肌をなぞるような感触を与えるのは、そのような視覚的快楽の追求に裏打ちされているからだ。これは単なる装飾主義ではない。ルノワールにとって、にとは触れられるような実在であり、絵の具という物質を介して、眼前に浮かび上がる現実そのものだった。彼の花の絵は、その理念を最も純粋な形で具現化した成果である。とりわけ、チューリップのように色彩が満ち満ちた画面においては、見る者の眼差しは特定の焦点を持たず、むしろ画面全体を回遊するように誘導される。その視覚体験は、静止したイメージというより、視覚の中で起きる運動そのものであり、感謝の体をも巻き込むダイナミズムを生み出す。まさにルノワールの目指した触れるような絵画であり、絵画と体の境界を曖昧にする力がここに宿っている。終わりに花と共鳴する魂の色彩。ルノワールがチューリップにおいて到達したのは単なる花の美しさを描くことではない。それは花を媒介として色彩の中に存在する生命そのものを描き出す試みであり、画家自身の魂の共鳴でもあった。晩年のルノワールはリウマチによる苦しみを抱えながらも筆を握り続け、筆をくくりつけた手で花を描いた。痛みにもかかわらず、痛みの中でこそ、彼は絵筆によって色彩の歓喜を引き寄せたのだ。そのような背景を知った上で、チューリップを見ると、そこに咲き誇る花々が単なる自然の産物ではなく、画家の生への肯定と美への信念の結晶であることがはっきりと伝わってくる。そこに書かれているのは、ただの花ではなく、ルノワールという画家そのものである。本展において、この作品は、セザンヌの静筆な構築味とは異なる形で、見る者に絵画という芸術のもう一つの極を指し示している。すなわち、構造ではなく、感覚によって、理念ではなく、触覚によって、観念ではなく、生命によって絵画を構築するという、ルノワールならではの表現哲学である。チューリップは、そうした哲学が結晶した色彩の祝祭にして、生物というジャンルにおける最も豊穣な果実の一つなのである。